日本語を話すときにこれ失礼かなって考えすぎて結局何も言えなくなることありませんか？ああ、それはありそう。日本語って丁寧に話そうとすると急に難しく感じる時があるよね。敬語合ってるかなとか、この言い方変じゃないかなとか。考えれば考えるほど口が閉じていくやつね。そうそう、口がゆっくりシャッターを下ろす。ガラガラガラ、本日は閉店しました。でも本当にそういう感じになる人もいると思う。話したい気持ちはあるのに失礼が怖くて止まっちゃう。でも今日は敬語を完璧にしましょうっていう話じゃなくて、少し安心してもらえる話にしたいなと思います。いいね。今日は敬語の授業じゃなくて安心する回だね。そうそう。ということで始まりました。今夜もレイトナイトジャパニーズチャットの時間です。私たちミサキとのぞみがお届けします。今日のテーマは Are you too polite？ 丁寧にしすぎて疲れていませんか？まず最初に言いたいのは、日本語を勉強して話そうとしている時点でもうかなり素敵です。本当にそう。日本語を話してくれるだけで嬉しい人多いと思う。もちろん仕事とか面接とかすごくフォーマルな場面では敬語も大事です。そこはね、ちゃんと勉強した方がいい場面もある。でも普段の会話なら最初に習うですますでかなり大丈夫です。ですますってすごいよね。すごい。日本語学習者の最初の味方。味方。ですますがいれば、とりあえず道に迷っても帰ってこられる。日本語の帰る家。そうそう。例えば、ありがとうだけより、ありがとうございますの方が丁寧だよね。大丈夫より大丈夫ですも柔らかい感じがする。だからまずは、ですますで話せたら、それだけでちゃんと丁寧です。完璧な敬語じゃなくてもちゃんと伝わる。そう。大事なのは、相手を大事にしたいという気持ちです。でもさ、学習者の人はどのくらい丁寧にしたらいいのって迷うかもしれないね。私は普段の会話なら、まずは3つで大丈夫だと思う。3つ？ありがとうとすみませんと笑顔。ああ、それは強い。かなり強い。確かに、ありがとうございますって言われると、それだけで印象いいよね。日本語が少し間違っていても、ありがとうの気持ちがあるとちゃんと届く。すみませんも便利だよね。謝る時だけじゃなくて、声をかける時にも使うし。そうそう。お店で店員さんを呼ぶ時もすみませんって言うよね。あと、何かしてもらった時にもすみませんっていうことある。そう。謝っているようで、感謝している時もある。すみません。働きすぎ。本当に働きすぎ。朝から夜までずっと出勤してる。すみませんにも休みをあげたい。でも、便利だからつい使っちゃうんだよね。ただ、言い過ぎて自分が小さくなる必要はないよね。すみません、すみませんって言いながら、心まで小さくならなくて大丈夫。すみませんの要請にならなくていい。可愛いけどね、でもならなくていい。ありがとうとすみませんが言えて、少し笑顔があれば、多くの場面で気持ちはちゃんと伝わります。日本語は正しさだけじゃなくて気持ちも大事だよね。それに敬語って日本人でも難しいです。これは本当にそう。尊敬語、謙譲語、丁寧語。名前からしてちょっと強い。謙譲語ってもう言葉の音が硬いよね。硬い、石みたい。敬語の石。でも本当に会社で働いている日本人でもこの敬語合ってるかなって調べることがあります。メールを書くときとかね。そうそう、ご確認いただけますでしょうか。ご確認のほどよろしくお願いいたします。だんだん魔法みたいになってくる。敬語の呪文。唱えたら上司が優しくなる魔法。それは欲しい。でもそんな日本人でも迷うものを勉強中の人が完璧に使おうとしたら、そりゃ疲れるよね。そう、だから勉強として敬語を学ぶことは大事だけど、毎回の会話で考えすぎなくて大丈夫。まずは伝えること。まずは相手とつながること。敬語は後から少しずつでいい。そう、少しずつで大丈夫です。でもさ、日本にいると、日本人ってあまり話しかけてこないなって感じる人もいるかもしれないね。あると思う。それで、もしかして嫌われてるって不安になることもあるかも。でもね、それは嫌いだからじゃないことも多いと思う。ただ恥ずかしいとか。緊張しているとか。英語が話せないから何を言えばいいかわからないとか。そう。日本人の中には外国の人と話したいけど英語に自信がなくて止まってしまう人も多いと思う。つまり相手も緊張している。そう。お互いに変だったらどうしようって思ってる。外国の人は私の日本語変かな。日本人は私の英語変かな。二人とも同じことで止まってる。そして二人とも静かになる。気まずい沈黙。
でも頭の中は多分すごくうるさい。心の中だけめちゃくちゃ会話してる。そう考えると少し安心しない？うん。話しかけてこないからってすぐに嫌われてると思わなくていいね。そう。恥ずかしいだけかもしれないし、何を話せばいいかわからないだけかもしれない。私は思ったより優しい人は多いと思う。うん。特に日本語を頑張って話そうとしてくれている人を見ると応援したくなる人は多いと思う。例えばお店で少し日本語を使ってくれたら、それだけでおおって思う。わかる。ありがとうございますって言われたら普通に嬉しい。だから間違えたくない気持ちもわかるけど、間違えたとしても頑張っていることは伝わると思う。コメントでも SNS でもそうだよね。この日本語変かなって考えすぎなくて大丈夫。少し変でも意味がわかると嬉しいよね。嬉しい。むしろ話しかけてくれたことが嬉しい。完璧な文じゃなくてもいい。そう。言葉は完璧じゃなくても届くことがあります。でもさ、全部綺麗な話にしすぎるのもちょっと違うよね。もちろんいつも優しい人ばかりですとは言えない。どこの国にもちょっと変な人はいる。日本にもいます。います。そこ強く言うね。だっているもん。そうだね。もし誰かに冷たくされたり、嫌な言い方をされたりしても、それはあなたの日本語が悪いからじゃないかもしれない。その人がちょっと変だっただけかもしれない。だから一回の会話で落ち込みすぎないでほしい。せっかく勇気を出して話したのに冷たくされたら悲しいよね。悲しい。でもその一人だけで日本語を話すことを嫌いにならないでほしい。日本語そのものはあなたを責めてない。そう、日本語はただそこにある。ちょっと難しい顔でそこにある。それはある。漢字とかかなり難しい顔してる。でも味方にもなってくれる。少しずつ仲良くなればいい。今日のまとめをすると、丁寧に話そうとすることはとても素敵です。相手を大事にしたいっていう気持ちだからね。でもそのせいで自分が小さくなりすぎなくていい。日本語を話すときに毎回敬語正しいかなって考えすぎなくていい。最初に習うですますって基本は大丈夫。ありがとうとすみませんが言えて、笑顔があれば思ったより大丈夫。そして日本人があまり話しかけてこなくても嫌いなわけじゃないことも多いです。恥ずかしいだけかもしれない。緊張しているだけかもしれない。英語が不安なだけかもしれない。だから少しずつで大丈夫です。間違えても大丈夫。考えすぎなくて大丈夫。あなたが日本語を話そうとしてくれていること、ちゃんと伝わっていると思います。日本語はテストのためだけじゃなくて、人とつながるための言葉です。だからこれからも少しずつ話していこう。コメントでも SNS でも気軽に話しかけてね。この言葉変かなって思っても大丈夫。私たちはそういう交流もとても嬉しいです。今夜も聞いてくれてありがとうございました。この番組があなたの日本語の居場所の一つになれたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録してまた帰ってきてね。また次回レイトナイトジャパニーズチャットでお会いしましょう。おやすみなさい。